全てを学びにするっていうかね、感謝とか愛とかそういうエネルギーを増やしていくとどんどんいいチャンスが来るんですね。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は、チャンスについてのお話をさせていただきます。チャンスをつかむには日々どのように過ごすといいのでしょうか。ネガティブになるとね、いけないと思うんですね。やっぱし信じて、自分を信じて、その相手を信じて、相手にこうね、親切にしてあげるとかね。でもやはりこう知恵ある行為にしていかないと、ただ盲目的に信じるんじゃなくてね、やはり自分を磨いていくっていうのを常にやって、自分に正直に、でこう良いことをしたら良い結果が出るっていうことでね、自分を磨いていく、そういうことも一緒にやりながら実力をつけるっていうことも必要だと思うんですね。ヨグマタはこれまでどのような人生を送りチャンスをつかんできましたか。私自身はですね、1歳半の時に父親がね亡くなりまして、末っ子なんですよね。だからたくさんの兄弟がいてね、で何かいろいろチャンスが回ってこないっていうかね、うちでねこう楽しい何かこう会があった時にね、常にこう見ている立場で、上の兄たちがこう才能を発揮して歌を歌ったり踊りを踊ったり、楽しい家庭なんですよね。でいつも姉が歌を歌っていたりとか、私の出る幕がないみたいな感じでしたけどね。学校では結構ね、背が高くてね、後ろの方でねこうゴミ箱こうすごく汚れててね、でそういうの私、無意識に多分入ってたと思うんですよね。善行をこうねしっかりこうやってこうきれいにしたりね、でみんなお掃除のとここうサボってるから、私はこう真面目にじゃ皆さんにあまりこう別にこびたつもりはないんですけど、いつも人気で女性ですから副委員長さんとかに選ばれたり、それ皆さんに愛されて、知らないけどちょっと声が良かったのかすごい全員くらいの票が集まって、私は当選させていただいたんですけど、あまり出しゃばらない人なので何もしないで終わっちゃいましたけどね。こう体がねそんなに丈夫じゃなかったので、顔に吹き出物が出た時にいろいろこう健康法みたいな、高校生の時に研究したりしてね、そういうもののきっかけでヨガに出会ったり、体を動かす喜びを体験させていただいたり、こう研究熱心なので、そういうことでさらに人を幸せにするにはどうしたらいいのかなっていうことでコツコツやってきたんですね。上の人もこう勝手にやってるから、私にこう妹だからっていうか甘やかせるっていうことでもなくね、だからこう我が道を行くみたいな感じで生きてきましたので、全部をチャンスにしてるって言えば、病気もチャンスにね、いろいろなことを全部チャンスにしてきたのかなって。そしてヨガダンスを発明したり、いろいろ動きをクリエイティブにね、こうプラナーディヨガってすごい細かな動きのね、クリエイティブなそういうメソッドを作り上げたりね、結果を出してその都度何かこう本にしたりね、で最後ヒマラヤ聖者さんにお会いして真理を学びたい、自分が成長したい、みんなを幸せにしたいっていうところで、それがね、この良いカルマを積むと良い結果が出るっていう、そのカルマの法則、それは別にそんなことはこだわったことはないんですけれどね、ただこう真理を学びたいっていうことで、いろいろ興味のあること、体について心について追求してきたんですけれども、良い行為をすると良い結果が出るっていう、みんなを助けていくっていうことでね、
そういうことにすごく自分のエネルギーを全部注いできたのかなって。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。そういうみんなを助けているみたいなエネルギーが幼稚園の時からね、父親がいないのでね、こう困ってる人を助けるみたいなエネルギーなんか発達して、みんなが嫌ってるような子に親切にするんですね。でその子がね、もう小学校2年の時に離れるのが嫌だって言って泣くんですよね。なんで泣くのか分かんなくて「ねえ」って男の子が泣いてんですよね。だから先生が「なんで泣くの?」って言ったら相川恵子ちゃんと別れるのが嫌だとか言われちゃって私も困っちゃったんだけど、そんなね体験があったんですけれど、区別しないっていうね、そういうことでね、目立たないようにっていうのがねあったような、生意気にならないようになってね、みんなに調和するっていうことをする。それはヨガっていうものもこう平和っていうのでね、相手を理解して愛で溶かしていくっていうようなね、力をつけてこう頑張るっていうのがね、勝つっていう、普通にはそう思いますよね。だからそうじゃなくて、こうやはり相手を勝たしてあげるみたいなところでね、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、こう源とつながって、でパワーをいただくっていうね、でそれをみんなにシェアしていく。で良いことをしていくとこう良い結果が出るって、私にもぴったりのそういう哲学なのでね、実践の哲学なので、それでこうどんどんそれをやっていったら、こう自然にね、みんな大きくなっていったのかなっていう感じなんですね。瞑想を取り入れることでチャンスはつかみやすくなるのでしょうか？そうですね。全てを学びにするっていうかね、ネガティブなこともそれを通して学ばさせていただいて、反省をしてね、何も無駄がないんですよね。例えば自分が病気になったとかね、そういうことも学びにしたり、また家族がどうとかそういうのもね、いろいろこう自分ができないことの理由を挙げるかもしれないけど、それをチャンスにしてね、そうやってさらに何がいけなかったのかっていうことを信じる心が足りなかったとかね、もっと相手に任せる心が足りなかったとか、愛が足りなかったとか、そういうもっといいもの、いいエネルギーを増やしていく、感謝とか愛とか、そういういいエネルギーを増やしていくと、どんどんいいチャンスが来るんですね。あんまりこうだから損か得かでこう行動するとね、だからそれを無欲でただ与えていくとね、それで自分がこう磨いていくと、そうするとやっぱり神様が見ていてね、それでまたこういろいろチャンスを引き寄せられるっていうことですよね。